今日はしっとり滑らかなニューヨークチーズケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はしっとり滑らかなニューヨークチーズケーキを作りたいと思います。チーズケーキってスフレチーズケーキ、ベイクドチーズケーキ、最近で言うとバスクチーズケーキとかいろんな種類があると思うんですけれども、その中でニューヨークチーズケーキっていうのはですね、生地の作り方はほとんど一緒なんですけれども、生地の中にサワークリームが入ってちょっとさっぱりした感じの仕上がりで、かつ蒸し焼きするのでとてもしっとりで滑らかなチーズケーキになります。作り方のね、手順的には混ぜて焼くだけですので、すごく簡単に作れるかなと思います。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまず下に敷くビスケット生地の材料をご紹介します。ビスケット、無塩バターです。こちらの材料で作っていきます。で、こちらのビスケット、今回ね、私はマリービスケットを使用してます。こちらはお好みのビスケットや、またはクッキー、クラッカーなど使っていただいて OK です。その場合の分量は同じで大丈夫です。そして生地の材料はこちらです。クリームチーズ、サワークリーム、卵、卵黄、生クリーム、グラニュー糖、コーンスターチ、レモン汁です。こちらの材料で作っていきます。今回卵はね、こうやって殻で2つ用意してますが、卵1個ともう片方は卵黄のみ使っていきます。今回ね、サワークリームを使うんですけれども、ニューヨークチーズケーキっていうのはサワークリームが入ってるのも特徴的なチーズケーキです。このサワークリームって何かと言いますと、生クリームを乳酸菌で発酵させたものになります。なので少しね、酸味があります。それに比べてクリームチーズは食塩が入っているので塩味があります。で、そして今回ね、あとコーンスターチもね、使います。コーンスターチをね、チーズケーキの中に入れるととても滑らかでね、しっとりとしたね、食感になります。もしですね、コーンスターチない場合は代用品で米粉がおすすめです。米粉はですね、さらっとしていますので、こちらも滑らかな仕上がりになります。もし米粉もない場合は薄力粉でも OK です。薄力粉はですね、どちらかというとちょっと固めに仕上がります。なのでずっしりとした感じがお好きな方は薄力粉を使ってください。そしてですね、今回はこちら15センチの丸いケーキ型を使っていきます。今回使用するのは底抜けタイプです。もし底抜けタイプがない場合は全部ね、くっついてるタイプでも OK です。ではここにクッキングシートまたはオーブンシートを敷いておいてください。こちらね、私が使うのは繰り返し使えるオーブンシートです。まず底の形に合わせて丸く切っていただいて、そしてあと側面はこういった肩よりも少し1センチぐらい出るぐらいですね、このぐらいまでカットしていただいて側面に敷きます。で、このように型をあらかじめ準備しておきましょう。それではまず下に敷くビスケット生地から作っていきます。まずですね、こういったジップ袋を用意していただいて、ここにビスケットを入れます。こういうね、ジップ袋がない場合はボウルに入れていただいて、その後綿棒で潰してください。これを綿棒などで叩いて細かくしていきます。これはですね、結構細かめに砕いてください。この後溶かしバターを染み込ませるんですけれども、このようにね、ちょっと大きくなってると溶かしバターがね、染み込みにくくなってしまいます。なのでできるだけ細かく砕くようにしてください。ある程度細かくなってきたら、今度は綿棒をゴロゴロさせて細かくします。できればこのぐらい細かく砕くようにしてください。続きまして、こちらのバターを電子レンジ 600W で30秒から40秒加熱して溶かしバターを作ります。30秒加熱しました。で、30秒加熱してもまだ全然溶けない時はプラス10秒加熱してください。で、これをよく溶かしましょう。これでバターの塊がなくなれば OK です。それでは砕いたビスケットの中に溶かしバターを入れます。そして全体にバターが行き渡るようによく揉み込みましょう。今こんな感じにしっかりとバターが染み込みました。このようにあらかじめ細かく砕いておくとバターがね、染み込むのも早くなります。それでは用意しておいた型の中にクッキー生地を敷き詰めます。一度これを出していただいて、そしてこういった丸いカップの底で潰していきます。で、もしない場合はゴムベラまたはね、ラップを敷いて手でね、押しつぶしてください。ではこれを敷いていきます。はい、このようにしっかりと敷き詰めてください。こちらはですね、生地ができるまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。続きまして卵です。で、卵はですね、先ほども言った通り卵1個と卵黄1個使います。なので1つは
割り入れます。そしてもう一つの卵は、卵黄はこちらで、こちらに白身を入れます。こちらに卵黄を入れます。この余った卵白なんですけれども、冷凍保存もできますので、お料理やお菓子作りに使ってみてください。それではね、今日はこちらの卵黄1個と卵1個を使っていきます。続きまして生地を作っていきます。まずですね、こちらクリームチーズを練り混ぜます。このクリームチーズなんですけれども、冷蔵庫からすぐ出した場合ですとちょっとね硬いので練りづらいです。なのでその場合は電子レンジ 600W で30秒から40秒加熱して柔らかくしましょう。それ以上加熱してしまうとクリームチーズがね溶け出してしまうので、多くても40秒ぐらいにしてください。こちらも冷蔵庫から出したてなので一度レンジで加熱します。はい、加熱し終わりました。触ってみてもう柔らかくなってれば OK です。30秒最初に温めて、まだ硬い時はプラス10秒加熱してみてください。ではこれを練っていきます。このように滑らかなクリーム状になれば OK です。ここにグラニュー糖を加えます。そしてコーンスターチもねふるって加えましょう。コーンスターチはですね、できるだけこう固体状のものの方が混ざりやすいので最初に入れちゃいます。これをよく混ぜましょう。このように粉っぽさがなくなってある程度混ざったら、泡立て器に持ち替えて軽く混ぜます。でこうクリームチーズのつぶつぶをすり混ぜるイメージですね。そしてここにサワークリームですね。これでよく混ぜましょう。ここに卵1個と卵黄を加えます。一緒に入れちゃって OK です。そしてよく混ぜましょう。最初にこうやって卵を潰していただいて、あとはねぐるぐる混ぜていきます。このようによく混ざれば OK です。そしてここに生クリームを加えます。生クリームはね半分ずつ加えます。これを混ぜます。混ざったら残りの生クリームを加えましょう。これでよく混ぜます。はい、そしてここに最後レモン汁ですね。これが入ると酸味が出てとても美味しくなります。もし苦手な方は半量にしていただいて、バニラエッセンスやバニラオイルを入れてみてください。これで入れます。そして混ぜます。これで生地は完成したんですけれども、より滑らかにするために一度この生地をねこします。できるだけ網目の細かいものを用意してください。そしてここに生地を流し込みます。そしてこしましょう。どうしてもねクリームチーズのつぶつぶが残ってしまうので、これを1回やっていただくととても滑らかな仕上がりになります。はい、一度こしました。そうするととても滑らかな仕上がりになります。でこれを一度混ぜましょう。これで生地の準備は OK です。それでは型に生地を流し込んでいきます。で流し込む前に今回湯煎焼きをしますので、こういったアルミホイルの上に型を置いてアルミホイルで覆いましょう。これは底抜けタイプですので、隙間からお湯が入ってきてしまうのでアルミホイルをします。でもし底抜けじゃないタイプはアルミホイルなしで OK です。このようにしっかりアルミホイルで覆ってください。そしてですね、生地を入れる前にこういった耐熱容器を用意していただいて、清潔な布巾を1枚用意してください。そしてこの上に型を置きます。1枚ね布巾をかましておくと、ゆっくりチーズケーキに熱が入ってとてもしっとりとした仕上がりになります。このようにセットしていただいて、それから生地を流し込んでいきます。では流し込みます。で少しこの容器ごと高いところから2回ほど落とします。これで OK です。それではオーブンの天板にこのバットを置いていただいて、このバットの中に湯気が立つぐらいのお湯を入れます。でこれはですね、このお湯がぬるいとオーブンの温度が下がってしまうので、しっかりと湯気が出るお湯を入れてください。だいたい容器のね半分ぐらいまで入れましょう。それではこちらを160度のオーブンで70分焼きます。はい、やっと終わりました。はい、いい感じに焼き色もつきました。
それではですね、このように扉に1枚ね、こうやってミトンとかをね、こうやってかませて少し隙間を空けて、このまま1時間オーブンの中で冷まします。はい、1時間経ちました。それでは取り出します。湯煎のバットから外していただいて、で、今ですね、まだ熱い状態です。乾燥しないように、ふわっとキッチンペーパーをかけていただいて、このまま粗熱をしっかりとって、その後冷蔵庫で6時間冷やします。6時間経ちました。はい、今こんな感じに仕上がってます。それでは型から外したいと思います。布巾をですね、温めていただいて、周りを温めます。20秒ほど温めてください。それでは型から抜いていきます。型よりも少し大きい器を用意してください。この上に置きます。この側面の部分を下に下げます。はい、こんな感じで綺麗な側面に仕上がってます。一旦裏返します。外します。そしてこの上に板を乗せて裏返します。はい、剥がします。ペロッと。これで濃厚滑らかなニューヨークチーズケーキの完成です。こんな感じに仕上がってます。このように表面も綺麗に、そして上もいい感じに焼き色がつきました。はい、もうちょっとね、こっち側を切ってしまったんですけれども、ケーキを切るときはナイフを温めていただくと綺麗に切れます。断面はこのような仕上がりになってます。はい、それではいただきたいと思います。すごく柔らかいですね。美味しそう。いただきます。もうすっごく濃厚で滑らかですね。コーンスターチ入れるとこう独特な滑らかさが出ますね。美味しい。今日も美味しく仕上がりました。今回のニューヨークチーズケーキのポイントです。ニューヨークチーズケーキはですね、とにかくね、滑らかに仕上げるのがポイントです。ですので、今回コーンスターチを入れてます。コーンスターチがね、もしない場合は、一番のおすすめは米粉です。で、米粉がない場合は薄力粉でも OK です。米粉はですね、粒子もちっちゃくて、コーンスターチに近い食感にすることができます。薄力粉を使うと、少しね、ずっしりとした感じの食感になります。重めの感じのニューヨークチーズケーキにしたい場合は、薄力粉で作ってみてください。今回卵はですね、卵1個と卵黄1つ入れました。卵黄を1つ加えることでチーズケーキ全体にコクが生まれます。あとはですね、特に難しい手順はなくて、とにかく滑らかに仕上げるところがポイントです。なので一度生地を混ぜていただいてから、もし時間がある時はこしていただくと、より滑らかでしっとりな仕上がりになります。焼く時なんですけれども、今回湯煎焼きしてます。湯煎焼きするとしっとりとした仕上がりになります。湯煎焼きする時はですね、バットの中にお湯を注ぐんですけれども、湯気が出るぐらいのお湯を注いでください。お湯がぬるいとオーブンに入れた時にオーブンの温度が下がってしまいます。あとはね、ちょっと長いんですけれども、1時間10分、70分ですね。しっかりゆっくり焼いてください。で、もし上をあんまり焦がしたくない時は、途中でアルミホイルなど敷いて焼いてください。ということで、基本的には混ぜて焼くだけなので、すごく簡単に作れます。滑らかですごく美味しいので、ぜひ作ってみてください。今日は濃厚で滑らかなニューヨークチーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。